のアリスってこれなんて読むの？この中国語だったらこれ。中国語の方は「愛丽丝夢遊仙境」ですね。これね。最初の3つの文字はアリスの中国語音訳で、夢遊仙境は多分英語からの Adventures in Wonderland のなんか意味から翻訳したものですから、夢遊はちょっと Daydreaming みたいな感じでね、で、そう。多分まあ英語のタイトルからと内容からの翻訳ですから、まあ、日本語訳と全然違うことになりますよね。でね、これね、まあ全部のやつについて触れていってもまあいいんだけども、これ大変なんだけども、このね、英文学っていうのと、このね、なんていうか、例えばこの5番目とか6番目あたりの宮崎作品、はいはいはい。これまた全然変則的だよね。これ隣のトトロがさ、ロンマオになっちゃったりとか、そのさ、千と千尋の神隠しとかも、これなんて、これね、千里これ神隱少女。でね、でも意味からして推測できるからまあ、はいはい、まあいいよと。で私これまあこれね、何が困ったかっていうと、これ統一性あるのっていう問題でね、日本語のカタカナとあれとかこうおかしいっていうのは分かるんだけども、はい、このアリスっていうふうな綴りはこの漢字3文字で絶対いいんですか、これは。はい、もう基本的にこれもう定着している翻訳だと思います。まあ最初の文字は愛、批准が多くて、時々他の愛を使うことも、はい、なんか草のとこう×の字もありえるんですけど、でも台湾だったらこっちの方を使っているのが多いんだと思います。これ何勝手に変わるのね、これは。そうですね。まあ翻訳ですから、特に音訳の方は文字を定着していない場合は多いんですよね。これもうこれそのこういうの読もうとした時にさ、ものすごく大変でさ、翻訳はもともと大変なことですから。そうだからこれ例えばさ、鏡の国のアリスなんかいい、不思議の国のアリス、鏡の国のアリス、はい、でオズの魔法使いって言った時のこのオズはどこに行ったんだとかね、これね。そうですね。まあワンダーフル・ウィスタード・オズってこれなってるんで、オズの魔法使い。でもこれオズはどっか行ってしまった。まあ時々文学だけじゃなくて映画のタイトルを翻訳する時もこういう問題はよく起きるんですけど、多分もうオズというのはなんか名前ですよね。でそのまま翻訳すれば全然わからないタイトルになって、見る人の興味は聞いてくれないですから、なんとなくもっとファンタシック的な名前をつけたこと、これ気になったことあります。つまりオズって聞いても分かんないから、やっぱここに書いてるような分かりやすい、これだったらこれ绿野仙踪ってこう劉烨先祖って聞いた時にこうピンとくるのね。はい、そうですね。これ聞いたらなんか绿野仙踪聞いたったらもう絶対何かマジックに関するものピンとくるんですよね。こういう字があるんですから。でこれでじゃあ今言われてオズは分かりにくいからって言うのはなるほどって今納得したんだけど、これ意地悪するわけじゃないけど、これ4番ひどいよ。これじゃあ今ピーターこれピーターもうこの人は諦めちゃったの。いやもうこの人は主役ですから、もうそのまま翻訳して、もうこれもう世間的にみんな分かっているキャラクターですから、もう翻訳の方が何語で読んでも同じになるんですよね。これでもオズは本当に中国語の翻訳の中で出ないよね。私だったらもし急に他の誰かにオズとかに言われたら何か何の名前とか全然
これの話をしているとピンとこないだと思います。これピーターパン、まあこれオズは分かんないけどピーターパンはそれでいこうかなっていう話ね。でまあそこの登場人物たちも一通りずらーって書いてるけれども、はい、それが直訳されてる、例えばアリスはいいですよ、はい、白ウサ白ウサギでギ、すね。そのバイトツこれはまあいいと、はい、で帽子屋さんとか帽子屋さんもこれ帽あ子屋チェシャ猫ハートの女王、はいはい、まあ、この辺もまあ登場人物のいわゆる昔話になるとこういう感じの職業の名前だったりとかして、でこれはまあまあ分かると。でまあ時々このなんだろう訳しようのない名前だ、このピーターパンとかはいはいウェンディとか、はい、もうこうフック船長の船長はまあ船長ってですね。いいけども、もうそのカタカナのところはまあいいけども、このティンカーベルトこれ何が起きてるの、これなんてシャオティン多分ベールからシャオティンダン、シャオティンダンはちょっとなんかベールに関するなんか台湾のオノマトペみたいな感じだったかなと思って。これで、はい、そうこれねなんだよこれはって言って、で私がこれねすごくね台湾に来たりとか中国語圏のねこの手のやつで私の知り合いにも質問されたんですよ、この、はいこういうの法則性ないので、そのねアリスさんのアリスはこの漢字か3文字でいけますよって話なんだけども、はい、これがいきなりね、はい、資料にこれギリシャの鉄人の名前こちらにね並べておりますけども、これもう謎でしかないんだよね。これ一発目、はい、この方は誰でしょうか。アリストテレス。はいはいはい。アリストテレスってなった瞬間にこの日本語のカタカナもひどいんだけど、はい。この3文字はさっきのアリスのアリスにはならないのね。ああ、絶対なりませんよなんね。で？なんかアリストルトそうの中国語の翻訳はもう絶対日本語からじゃなくて、これもともとギリシャギリシャ語、は語い、からですから、まあ日本語は7文字になっちゃうのはもうカタカナの書き方ですから、中国語の訳はどういう英語のなんか何節、はい、音節ですよはい、ね。音節かはい、ら来るんだと思います。そう、だから「あ」は一つ、リは一つ、はい、スも一つ、と一つと最後と一つ。じゃあこれもさウィキとかで調べると毎回これ違ってたりとかしてたりとかして、これどうなってるのって言って私にねどうなってんのって聞いてくる人がいて、いや僕に聞かれても困りますよ、じゃあちょっとこういう案件が起きるんでね、はい、よしいい機会だ、今回はいやもう私はここでちょっと勘違いしてました、はい、アリスという名を名乗るからには多分文学も大好きで不思議の国のアリスが鏡の国のアリスも極め、そしてこういうのもさらっと説明してくれるだろうって感じで、まあでもそれほど文学すごく好きってわけじゃないんだけども、でも今の説明で分かりました。このアリストテレスは音節は日本人はアリストテレスってなってるけれども、そうですね。そんな音節で台湾の人たちは翻訳はしないです。からそれはそうなるよね。いや、そもそも翻訳するときはもともとの言語から翻訳するのが多いですね。もうギリシャ語から日本語になって台湾語が日本語から翻訳することは多分少ない、あっても少ないですよね。ですからもうこれ外国語の名前でなんか中国語と日本語の比較するのは難しいかな。難しいで、そっか、じゃあトトロとかは、はい、もうあれは商業的に分かりやすくするためにトトロは翻訳すれば全然意味わからないですよね。
そもそそうそうそうも日本語でトトロはどういう意味ですか？それがそこ私もわかわからんないんないでしょ。ですけど。でこれなんて一応ね、めちゃくちゃアニメに詳しいチャンネル、詳しく話すチャンネルじゃないんだけども、はいトトロはその神話の中で出てくるトロルっていうお化けが元になってて、あートロロだからその多分指輪物語なんかにも出てきたかな。でいやだからそこでね、この日本語を介して発生する、あれはそのさつきちゃんめいちゃんはいがそのお母さんに呼んでもらったトロロの話っていうのを聞いて、でもトロロっていうのはその L とか R とかが入ってくると日本人は絶対うまく発音できないんでトトロってなっちゃって、でトトロなんだよっていう風になってる。そのさっきのアリストテレスとかっていうのは日本語を介さずに直接ギリシャ語で、はいああなるほど分かった分かったでちょうどいいよ、ここでトトロ、いやトトロさ北欧神話のトロルがトトロになってっていう風なこのくだりがないとトトロっていう風なのは全くもって、はい台湾の人はだから何これはそこのエピソードはすっ飛ばして言ってる感じなのね。そうですね。もうトトロの翻訳はもうあのキャラクターに対する印象からつけた名前かな。だからもうロンマン語だ、はい、何か、ね、猫型のものとかもうちょっとなんか神っぽい神話的の動物だったらドラゴンですよね。そうだからそうそうそう、でそうした時にそのさつきちゃんめいちゃんとかはこれは分かりやすいさつきちゃんめいちゃんで、はいこれさつきちゃんって本当は5月ではい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 で2人とも5月のさつきちゃんめいちゃんなんだけども、これシャオユエとねシャオメイになってるから、はいはいこうしておけば見てる人もシンパシーを描くし話分かりやすいよね。そうですでもトトロはもう諦めようで、猫バスは分かりやすいから、い猫バスにしておくっていう。はいはいはいもうこれね、だからこの辺もだから誰が訳すのかっていうのはだからこの古代ギリシャの鉄人とかは頑張った人が学術的に頑張る人は商業的に成功するとかじゃなくて、学術的に頑張る人が鬼のように頑張って、例えば上のアリストテレスこれってよ今まで聞かずあんまりしっかり聞かずにあれしてきましたけど、あえてここで聞きましょう。すいません、よろしくお願いします。読んでいただけませんでしょうか。アリストテレスをはい。あ、中国語で。中国語で読んでヤリスドートですね。元の音からもでプラトンとかこれなんて読むのこれ。あ、ボラトン。それまだいいよね。はいはいはい、まだわかる。同じぐらいですね。ソクラテスになるとこれどう思う？これはスクラティです。分かる。でピタゴラスもすごい感じだなこれ。あ、これ多分日本語に近いですよ。本当？ピタゴラス。本当だ。同じぐらいですよね。ちょっと楽しいからこれちょっと一通りこの10番ぐらいまでさっといきなりこれヘラクレイトスとかは？これはヘラクリト。おいい。でデモクリトス。これはデモクリト。でゼノンとかは？近いですね。近いなこれ。短い方が近いですよね。エピクロスとか。イビジョル。これ J が入った瞬間にちょっとなんかよく分からなくなるよね。そうですね。パルメニデスと。パーマニード。でこの最後のこのアナクシスマンドロスとか日本語でも長いけどこれアナクシマンド。同じぐらいですね。そっか。一応頑張ったんだこっちの人はいはい。たちは。頑張って翻訳してよく使えない文字も使いました。そうだから僕とかこれをね古代ギリシャの鉄人の名前とかこうパッて見ちゃったりとかすると、この外国人の名前とかもここには一応一通り並べてるんだけど、このね日常絶対使わない漢字使うよね。そうですね。絶対使わないまでは言えないんですけど、使うチャンスがなかなかない漢字も出てきちゃうんだよね。絶対とか言わないけれども、これいや漢字一文字単位だったら使うけど、この並びはないよね。ない。ないよね。ないです。この並びとか見たことないよこれ。いや、この並びになったらもう絶対にこの人のことを指している感じですね。だからその分かるのね。はいはいはい。
中国語を話す人はそれをその並びを見た瞬間にあ、この人だ。っていうのが分かる、はいはい。で日本人私たちそういうのに馴染みがないから漢字の目がいっちゃってさうんってこう見ちゃうんだよね。でそうすると何それっていうふうにこうなっちゃう。じゃあ分かりました。でこのアリスさんに関しては一応じゃあタグかなんかとかにもし漢字でもし併記することがあったらこのルイス・キャロルのこれのアリスのこのアリスこの3文字を使えばよろしいのこれは。それ、はい別にあえてこれを使わなくてもいいっていう話もあるけどこの愛するの愛麗しいのこの麗しいっていうこれ人が2つ、はい、チンジャオロースのロスだよねこれねそうですねそうですね。そういうイメージ。日本人でねこういう摩訶不思議な漢字の並びを見た時に日本でよく見るのは仏教のおばあちゃんが見てたこういう仏典お経か中華料理屋さんの漢字の並びでこれを使えば一応私はというかそのアリスさんですって言った時にこれをのタグで使ったりとかあえてそのなんだろうな中国語の字幕を入れる時はこういうふうに言っとけばいい。はい、これねまあねこれねこういうカタカナとか国の名前がすごく難しすぎてでね次からねそのアリスさんこれから次1回ぐらい収録がありまして、はい、でその後またねインドネシアの人とかね、はいはい、インドネシアの人とかねいろいろ探してこういう感じでね私が適当に好き放題よくわからない質問をしていくっていうことを楽しみにしていますねやるんですけどね。まあ分かりましたよ。その時にじゃあ彼らの国の名前とかも必死こいて調べて、はい、はい、今回だから時間的にもいい時間になってまいりましたけど、はい、今回時間的にいい時間になってきました一応国のリストっていうのを作ったんだよね。これはどうなってんだってこれどうなってんのとかねなんでエジプトこうなるのとか南アメリカとかこうなるのとかってこれはまたね次の機会にしましょう。はい、今日はこんな感じでよろしいかと思います。なんか締めにじゃあ締めにパチッてやって。はい